もし家族が突然あなたを人間として扱わなくなったら、2007年8月8日、アメリカカリフォルニア州ロサンゼルス、深夜1時、静かな住宅街に立つ一軒家から男性の悲鳴が響き渡りました。やめろ、やめてくれ。廊下を這いつくばり必死に逃げ惑うその男性の名はニール・ウィリアムズ。背後からは妻のマンリン・ツァン・ウィリアムズが迫ってきていました。異様だったのはマンリンがその手に刃渡り50センチにもなる日本刀をぶら下げていること。やがて夫のニールは1階へ続く階段へたどり着きますが、マンリンはそこで孫ついた彼を見逃しませんでした。助けて、助けて、助けて。涙目で訴える夫のニール。妻のマンリンはその命乞いに耳を貸さず、彼を92回も切りつけたのです。夫を日本刀で92回も切りつけ殺害した妻。彼女が自身の人生から夫を排除したいと思った理由と、彼女の理想を叶えるため家族の存在は足かせでしかなかったんです。おそつけちゃんです。いやみやみこです。というわけでね、ルナさんがちょっと遊びに来てるんですけど、ルナさんはね、もう3歳を超えまして、もう今じゃね、3.5 キロぐらいですかね。本当に来た時はね、こんぐらいの、もう本当片手に乗るぐらいだったんですけど、かわいい。本当にね、可愛らしくて、よくルナのね、名前の由来とか聞かれるんですけど、ルナってめっちゃ目でかくて、で、目の縁が三日月みたいになってるんですよ。黒目と青い部分があって、青い部分がちょっと三日月に見えるなっていうのと、個人的に月がやっぱ好きなんで、だから姉妹チャンネルでミッドナイトムーンってつけるとかさ、そういうのもあって、なんかルナにするか、月の女神アルテミスとかいろいろあるんですけど、なんかその長えし、いろんなこと考えたんですけど、結果ルナはルナだなと、今はね、本当に可愛らしくて。落ち着くべくして落ち着いたと、ルナに天から授かった名前なんだね。親バカかもしれないんだけど、マジで、本当に宇宙で一番可愛いと思ってる、猫で。本当に中身も含めて、全部可愛いんですよ。だから僕、犬と猫のいいとこ取りしてる猫だって言ってるんですけど。何それ。なんか猫って気まぐれだったりするんじゃん。でも犬って人懐っこくて、ルナはマジで人懐っこいんですよ。帰ったら絶対に来るの。腕広げて寝ると、腕枕にして寝てくるの。可愛い。可愛いのよ。でも本当に残念なことがあって、俺がマジで猫アレルギー。ちょっと今もちょっとやばいっす、本当に。喉も今やばくて。それは改善されないのね。マシにはなるんだよ。そうだね。猫アレの猫が意外にね、日本にはね、結構いると思うんですけどね。皆さんなりのこう、ちょっと対処法とかあったら、ぜひね、ちょっと教えていただけると僕も助かるんで、よろしくお願いします。今回はアメリカで起きた家族間の殺人事件をご紹介します。妻が夫を日本刀で92回も切りつけて殺害したという凄惨な事件なんです。日本刀っても今なかなか見ないわよ。どっからそんなもん出てくんのよ。しかも92回。どんだけの恨みがあったの？これ恨みがあったことは間違いないんです。そもそもどんなきっかけがあればね、人はここまで残酷になれるのか、皆さんも想像しながら見ていただければと思います。事件の日、必死に声を上げ、近隣住民に助けを求めた妻。その時、近隣住民が目にした彼女は、あまりにも異様な格好をしていたんです。運命の二人。2007年8月8日、アメリカカリフォルニア州ロサンゼルス。早朝7時半頃、ある一軒家から一人の女性が姿を現しました。誰か助けて！大声で助けを求める彼女の名はマンリン・ツァン・ウィリアムズ。向かいに住む男性はその声に気づくと慌ててマンリンの元へ駆けつけます。夫が大変なの！怯えた様子でそう訴えるマンリンは全身血まみれの状態。裸足のまま外へ飛び出してきた彼女のただならぬ様子に男性は思わず青ざめました。彼はそのままマンリンと一緒に自宅の中を見に行くことに。すると2階の階段の踊り場でマンリンの夫が無数の刺し傷を負い血まみれで横たわっていたのです。変わり果てた夫を前に力なく崩れ落ちるマンリン。出会った頃は波長の合うカップルだったはずの2人。彼らの運命は一体どこで狂ってしまったのでしょうか。時は遡り、事件から8年前の1999年のある日、当時19歳のマンリンはバイト先の同僚に誘われ、数人で映画を見に行きました。そこには一度もシフトが被ったことがない初対面のメンバーも。そんな中でマンリンに一目惚れしたのが、後に夫となるニール・ウィリアムズでした。こんなに理想通りの子初めてだ。ニールがマンリンにそこまで惹かれたことには理由があります。彼はスター・ウォーズ、スター・トレックなどの映画やテレビゲームなどを愛するいわゆるオタク青年。他にも日本刀
刀をコレクションするなど込み入った趣味を持っていました。一方でマンリンは人付き合いが苦手で、それまで親しい友人があまりいなかった女性。互いに周囲から少し浮いた存在だったことから、ニールにとってマンリンは近づきやすく見えたのです。そしてマンリンが内向的な性格だったことには、ニールとは違い暗い事情がありました。マンリンは幼少期から母親に望まない妊娠で生まれた、本当は中絶するつもりだったなどと聞かされて育ったといいます。またマンリンには学習障害があり、成績が悪かったため、両親は彼女を蔑み虐待していました。マンリンが友達欲しさから家のお金を持ち出して同級生にプレゼントを買った際には、母親が学校へ乗り込み、教師や生徒の前で罵声と暴力を浴びせたことも。マンリンが大人になるまで親しい友人を作れなかったのは、そうした両親の影響から他人を信じられなくなった面があってのことと考えられます。そんな人に恵まれない彼女の人生において、ニールに好意を寄せられたことは特別な意味を持っていたのでしょう。マンリンは彼との交際を受け入れました。そして交際が始まるとすぐにニールの子を妊娠。その事実を知ると、マンリンの母親は烈火のごとく激怒したのです。婚前交渉するなんて不潔な子ね。今すぐ出て行きな。こうして彼女は実家を追い出されてしまいますが、ニールの家族はマンリンを自宅へ受け入れ、献身的にサポートしてくれました。そのおかげもあってマンリンは長男デボンを無事出産し、翌年には婚姻届を提出。3年後には次男のイアンも誕生します。ニールは子供たちとスターウォーズごっこをして遊んだり、毎晩寝る前に読み聞かせをしたり、野球の試合に連れて行ったり、非常にいい父親に思えました。いや、実家にいた頃より全然ね、幸せになったように見えるじゃない。ここから殺人事件に発展するような出来事って一体何なのよ。いや、そうなんですよ。幸せに見えてね、実はマンリンはこの結婚生活に不満しかなかったんです。理解ある姑に小煩悩な夫。これまでのマンリンの人生を思えば、彼女はこの結婚でようやく幸せをつかんだように見えました。しかし実のところ、マンリンは夫に対し強い嫌悪感を抱いていたのです。完全にはめられた。マンリンがそう思っていたのは、夫のニールが仕事をせず彼女の給料まで浪費していたから。夫のニールは当初ディズニーランドの清掃部門で働いていましたが、収入は決して高いとは言えず、保険の営業へ転職。しかし押しの弱い性格の彼に営業は向いておらず、すぐに仕事を辞めてしまいます。そして仕事を辞めたかと思えば一日中ゲームに没頭。マンリンが仕事から帰るといつもシンクには汚れ物がたまり、家の中はゴミと洗濯物が山積みになっていました。子供のことは可愛がっても、一家の主としては全く自覚が足りない夫のニールに、マンリンは怒りを抑えきれなくなっていったのです。あんたのゲーム代のために働いてるんじゃないのよ。マンリンはそう言って離婚を提案しますが、ニールはそれも頑なに拒否。幼い頃に両親が離婚しており、母子家庭で育ったニールは子供たちに同じような寂しい思いをしてほしくないというのです。結局離婚の話は流れ、その逃げ場のない暮らしの中で、マンリンは夫や子供たちを自分の人生において邪魔な存在だと感じるようになっていきます。働きもせずにゲームばっかしてる夫にイラつくってのはわかるわよ、でも子供は関係なくない？子供がね、いるゆえに離婚を拒否されて、子供の存在そのものがね、煩わしくなってしまったと考えられるんです。この時、マンリンの中では対象化と呼ばれる危険な現象が起きていたとされているんです。というわけで本日のメトラキーワード、対象化について。対象化とは、相手を感情や意志を持つ一人の人間ではなく、目的達成のための道具や邪魔なものとして見てしまう認知の歪みのこと。人は相手を自分と同じ人間として見ることで共感やためらいが働きます。しかし相手を人格のある個人ではなく、属性や役割だけで処理し始めると、その働きが弱まり、扱いが急に乱暴になることがあるのです。要するに対象化とは、相手を人間ではなく記号として見ることで心のブレーキが外れていく状態。夫が働かず離婚も選べない生活の中で、マンリンは相手に感情移入する余裕がなくなり、夫や子供たちを人ではなく障害と認識するようになっていきました。彼女の心理状態は対象化に近く、後の非常な振る舞いにつながったと考えられるのです。夫や子供を人ではなくて人生における障害と認識してしまったマンリン。この後彼女はあることをきっかけに家族へ敵意を向けるようになってしまったんです。不気味な夢。結婚6年目を迎えた2007年6月、働かない夫に不満を募らせる暮らしの中、マンリンは友人たちにこんな話をするようになりました。最近嫌な夢を見るの。夫が子供たちを枕で窒息死させる夢。それでその後は彼自身も自殺しちゃうの。彼女はその夢を見るようになったことについて、最近夫のニールが暴力的になったためだと語ります。さらには正夢になったらどうしようとも。
この頃からマンリンは自衛の意味を込めてか裁判関連の番組を頻繁に視聴し、目に見えて熱心に法廷での攻防を学び始めました。それは本当にニールが暴力的な振る舞いをするようになってのことか、それとも単に結婚生活に嫌気がさしての被害妄想なのか、実はそのどちらでもないのです。妙な夢の話をし始めたのと同じ頃、マンリンは SNS を通じある男性と連絡を取り合っていました。その男性とは高校時代の初恋相手。マンリンは他の同級生を交えた食事会でその男性と再会。結婚生活の不満を漏らし、夫にもう気持ちがないことを語ってその男性に近づいたマンリンは彼と肉体関係を持つようになります。しかしその関係性に対し男性から突きつけられた答えはこうでした。既婚者とは付き合えない。もし君の離婚が成立したら、その時はまた関係を考え直してもいいよ。そのメールを見たその時からマンリンの頭の中を支配し始めたのです。夫が子供を殺害し自殺するシナリオが。夫が子供たちを殺す夢見るみたいな話してたのはさ、マンリン自身が不倫相手と一緒になるための、いわゆる殺人計画だったってことなの？いや、そうなんですよ。周囲に夫が暴力的になったとか、夫がね、子供をね、殴ったとかね、もう全ては犯行後にその夫に全部罪をかぶせるね、濡れ衣をね、させるためだったんですよ。邪魔者を消した夜。不倫相手のジョンから交際の条件を告げられてから1ヶ月後の2007年8月7日、マンリンは家族の夕飯にパイナップルとハムのピザを用意しました。やったー、僕このピザ大好き。大喜びの子供たちとその様子を嬉しそうに見つめる夫のニール。どこにでもあるような平和な夕食をひとしきり楽しんだ後、夜が更けるとともに子供たちは寝室へ向かったのです。その日、マンリンが子供たちの好物を用意したのは、せめて最後にいい思い出をと思ってのことだったのかもしれません。子供たちが寝静まったのを確認すると、両手にゴム手袋をはめたマンリン。彼女はまず2段ベッドの下で眠る次男イアンの顔に枕を押し付けました。イアンは必死にもがきますが、マンリンは10分もの間枕を押さえる手を解こうとはしませんでした。そしてイアンが動かなくなると、次は2段ベッドの上で寝ていた長男デボンも同様の方法で殺害。7歳のデボンは弟よりも激しく抵抗しましたが、マンリンは彼のことも力でねじ伏せたのです。その後、マンリンは子供たちの遺体に2人のお気に入りの毛布をかけ直し、腕の位置まで整えました。そこから彼女はシャワーを浴びると、職場の同僚と食事に出かけたのです。夜11時頃にレストランに到着したマンリンは同僚たちと楽しげにお酒を飲み交わします。今日は夫が子供たちの寝かしつけをしてくれてるの。マンリンはその食事会で家族がとても穏やかだったことや我が子への愛を嬉しそうに語っていたと言います。いや、自分の手で我が子をね、殺しておいて、これだけ平然と振る舞えるってもう、子への情は残ってないってことよね。冷静すぎて怖いですよね。同僚と食事に出かけたのはマンリンのアリバイ工作でした。あとはね、夫が計画通りに動けば、彼女のシナリオは完成するはずだったんです。日付が変わった8月8日の深夜0時30分、マンリンは同僚たちとの食事から帰宅。同時に彼女はその場の光景に思わず唖然としました。どういうこと？マンリンの計画は日頃から友人たちに語っていた夢の内容通り、夫のニールは変わり果てた子供たちの姿を見つけ、絶望して自ら命を絶っているはずでした。しかしニールは子供たちの異変に全く気づかずゲームに没頭しています。マンリンは計画が狂ったことに動揺しますが、もはや2人の子供を殺害している以上、彼女の中に後戻りの選択肢はなかったのです。深夜1時、マンリンは寝室へ向かってゆっくりと廊下を進んでいた。彼女はゴム手袋をしたその手に刃渡り50センチの日本刀をぶら下げている。それは夫ニールの日本刀置き場から持ち出したもの。彼がコレクションしていた中でも最も重く鋭利な刀だった。寝室のドアを開くと、そこではニールが仰向けの状態で気持ちよさそうに寝息を立てている。あんたは私の人生にとって邪魔なのよ。その顔を憎しみに歪ませながら夫ニールの元へ歩みを進めていくマンリン。彼女はニールを前にすると迷いなくその胸に日本刀を突き刺した。その一撃は肋骨をすり抜け心臓を貫通。マンリン、なんで？ニールは胸から溢れ出る血を抑えながら廊下へ向かって必死に床を張った。背後から彼を追うマンリン。ニールは階段まで張って逃げるが、そこでまごついている間に彼女は間近まで迫っていた。助けて！助けた！助けた！静まり返った夜の住宅街に彼の断末魔と何度となく肉を裂く音が響いた。
ニールの遺体には全部で92箇所もの傷が刻まれていました。2つの肺は貫かれ血で満たされている状態。両手に残された多数の切り傷がその歯を必死で掴み抵抗したことを物語っていたのです。いや、なんで日本刀って思ってたけど、ニールがコレクションしてたわけね。自分がコレクションしてきた刃物でね、殺されるなんて思いもしなかったでしょうね。92回も切りつけてるっていうところが、ね、やっぱり異様ですよね。そこまで必要に切りつけたら、計画通り実際に見せかけることも不可能じゃないですか。そうじゃん。あまりに夫が憎くてね、歯止めが効かなかったのかもしれません。夫のニールを殺害した後、マンリンは彼のスマホを使い SNS に次のような内容を投稿しました。僕は臆病者だ。君のそばにいてあげられなくてごめん。その投稿は夫を実に見せかけるための偽の遺書でした。そこからマンリンは返り血を浴びた衣服と身につけていたゴム手袋を袋にまとめ、自宅から少し離れたゴミ捨て場へ、そして車で近所の高台へ向かうとタバコを吸いながら日の出を待ち、早朝7時に帰宅。2階の踊り場にできていた血だまりでわざと数回転び、夫ニールの血を手足に付着させました。そして裸足のまま外へ飛び出すと大声でこう泣き叫んだのです。誰か助けて。夫が大変なの。しかし第一発見者を装った彼女の嘘はあっけなく見破られます。マンリンは近隣住民に一晩中ドライブをしていて帰ってきたところ遺体を見つけたと説明。しかし警察が到着すると、朝食の買い出しから戻ったら夫が亡くなっていたと説明を変えるなど、言動に明らかな矛盾があったのです。またマンリンは当初は取り乱し泣き叫んでいましたが、しばらくすると落ち着き払った様子で冗談を口にする場面も見られ、警察は演技であることを疑います。最終的には警察がマンリンの車の中から夫ニールの血痕が付着したタバコの箱を発見。彼女は車で出かけ、自宅へ戻った後に遺体を見つけたと説明しており、それが本当であれば車内で血痕が見つかるはずはありません。その証拠を突きつけられるとマンリンは泣き崩れ、全ての犯行を認めたのです。裁判において弁護側は夫婦喧嘩の末の突発的な犯行であり、計画性はなかったと主張。しかし子供たちの殺害と夫の殺害で犯行時刻に開きがあることや、マンリンが手袋を着用していたことから裁判所は計画殺人と断定。事件から5年後の2012年1月19日、3件の第1級殺人に加え待ち伏せなどの特殊事情も含め、マンリンに死刑判決を下しました。しかしカリフォルニア州では2006年以降死刑が執行されておらず、実際に刑が執行される可能性は低いとされています。夫には子供たちのために離婚できないと拒まれ、不倫相手からは離婚しないと交際できないと迫られていたマンリン。そして彼女が選んだのは夫と子供たちをまとめて排除することでした。きっかけは夫への不満だったのかもしれません。しかしその暮らしから逃げ出したいと思うにつれ、マンリンにとっては家族全員が邪魔な存在としか映らなくなっていたのでしょう。もしあなたが家族に対して愛情より先に重荷に感じてしまうことがあるとしたら、それはどんな時だと思いますか？